絵画の中の登場人物、映画の中の登場人物、そういうものに自分自身が扮してその写真を撮ったり、30数年ずっと作り続けて、1000人ぐらいじゃない？過去の人物から近現代の人物まで、自分自身がタイムトラベラーになったような気がする。大阪に生まれて、今も大阪にいるんです。小さい頃の話ですけど、一人で絵描いたりしてた。美術系の大学に行ったんですよね。卒業してすぐに会社に勤めたんですけど、3日で辞めてしまったんですよ。みんなと一緒に社会生活ができない自分がいて、芸術でもやろうかっていうものじゃなくて、芸術がなかったんですね。僕はそのゴッホをテーマとして作品を作ったのが1985年なんですね。いろいろ試行錯誤してうまくいかないって思っているうちにもう30代も半ばになってる。もう本当に辛い時だったのね。辛い自分自身とその情けなくて辛いゴッホ、時代を超えて重なったんじゃないかなと思いますね。それを見た人たち、リアクションが大きかったんでね。批判されることも、それから評価されることも両方あったけど、自分にはとても励みになって力になりましたね。もちろんその昔から明治以降そうだったんですけど、ずっとやっぱり欧米のものに憧れたり、学校で教わるんだけど、やっぱり西洋の美術史がメインストリートだという捉え方ですね。僕自分自身もそういう感じでいたので、美術史的に見て重要だっていうものを選ぶということもあるんですね。今最新作でフェルメールの牛乳を注ぐ女っていう作品取り掛かっているんですけれども、描かれ方が緻密で岩石みたいにガチッとしてる。ガチッとしているんだけど、描かれているものはとても柔らかい世界。7、8人いるかな、みんな集まってフェルメールスタディをする。衣装の時はどんな素材使ってるんだろうとか、図面を引いて実際に部屋を作って色塗ったりしてね、研究しながら写真撮ると。そういうふうにしてます。僕の作品の作り方は本当にいろいろあって、一つはその写真撮ってそれで出来上がり。もう一つは後で加工する場合があって、使うものはコンピュータグラフィックス。例えば1枚の画面の中に5人とか6人とか各キャラクターを別に撮っておいて、それを後で合成したりする。絵画は見るものなので、でも絵画の国に入っていったりすることができるんですね。冗談じゃなくそういう実感がありますよ。もう一つ別のシリーズで映画女優をテーマとした一連の作品があるんですね。女性がその20世紀の中で光り輝いている場所ってどこかって考えたら、あえて言えば映画のスクリーンの輝きの中にある。たった一人でいて多くの観客の視線をバーって浴びる。視線の矢を跳ねつけるために鎧兜は着用しないんですよ。場合によれば裸だったりするわけ。全然その無防備っていうかなんですね。なんで女優をテーマにしたんですかっていうふうによく聞かれますけど、もっと世の中には弱いものがあったりとか、微力なもの、そういうものがあるわけですよね。輝かしい存在として位置づけられていたんかな。自分自身がすごく憧れるそういうあり方に。小さい頃の話ですけど、子供同士で一緒に遊ぶのが極めて苦手だったんですよ。一人で自分が登場する物語を空想したりとか、ちっちゃい子供の時のあり方ってずっと変わんないですよね。だから自分の顔を使っていろんな自分を作り出すことができるかっていうことを努力する。ずっと続けないといけない。